こんにちは、なちこです。今日の旅はバスタ新宿からスタートします。昨夜急に思いついてバスのチケットを買ったんです。バスタ新宿って空港に行くときにはね、空港バスに乗るために使うんですけれども、高速バスって私こちらから乗ったことがないんですね。初めてなのでちょっと楽しみです。バスタ新宿は4階に上がると空港バスもそれから高速バスも乗り場がありますので、迷うことなく行けるんですね。で、4階にはね、お土産屋さんとか、それから売店なんかもあるんですね。で、いつも到着した人とこれから出かける人で結構人がいっぱいいるんです。それでは入ってみましょう。今日はどこに行くのかと言いますと、動画の題名でね、気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、甲府方面に行きます。ではね、私のバスは出てますかね。ちょっと見てみましょうか。ここにね、乗るバスが全部出てるので、乗り場は間違うことないと思います。7時55分、伊沢甲府行き、4番乗り場でしたね。で、お手洗いはね、数は結構あるんですが、到着した人と出かける人で結構ね、混み合いますので、早めに行った方がいいと思います。私、夜中の1時にチケットを取ったんですが、バスは1列目を取ることができました。ここ人気ないのかな？私前が見えるからね、結構好きなんですけどね。それでは定刻になりましたので、7時55分に新宿駅をスタートです。甲府はね、電車でも1時間半ぐらいで3850円ぐらいかなかかるんですけど、バスだとね、1時間50分で2000円なんですね。なんで結構いつも混んでるんですって。こんにちは。いつもカラーで旅するねちこです。ということでね、実はまだカラーが取れてないんですよ。出発前に1時間ぐらい延着しますよというお話だったんですが、こんな風にちょっと小仏のところで混みましたが、実際はね、5分ぐらいの延着だったかと思います。はい、善光寺バス停に着きました。バスを降りたら反対側に渡って、バス停を背に右の方にずっと行くと、1個目の信号をね、左に曲がるんですね。そうするともう真正面に実は善光寺が見えるんです。そう、今日の目的地は善光寺です。ね、見えましたね。信州善光寺も御開帳がね、人気で、あとわずかとなっていますけれども、今回は信州善光寺と並んで大変意味が深い甲斐善光寺の御開帳に行ってきたというお話です。善光寺はね、全国に6つあって、そのすべてで現在御開帳を行っているんですね。正確には119寺あると言われているんですが、関係のあるところは6寺だそうです。で、その中でも歴史的に大変意味深いと言われているのが、飯田の元善光寺、そして長野の善光寺、それからこちら今回訪れた甲斐善光寺と言います。甲斐善光寺は武田信玄公が川中島の合戦の時にね、善光寺の消失を恐れて、1558年にご本尊善光寺如来をはじめとする諸仏、それからね、時報類を奉献したというふうに言われています。川中島の合戦場って本当に信濃善光寺のすぐそばなんですよね。なので実際戦災にあって非常に傷んだと言いますから、ご本尊を写しといてね、本当に良かったなというふうに思っています。で、こちらなんですけれども、朱木造りのね、金堂とこの門は一度消失してるんですって。ですが、再建しても200年以上経ってる結構古い建物なんですね。今ね、ここね、一生懸命写してるの、実はこの仁王様がすごい素敵だったんですが、どうしても映んないんですよね。なんでちょっと引いたり覗いたりしてるんですけど、全然ダメで、なんでね、ぜひ行かれて実際にご覧になるのがいいのかなというふうに思います。ちょっとね、話が横道にそれちゃったので戻しますと、善光寺のご本尊様って本田義満さんが大阪で物部市にね、仏教戦争の時にお仏像が捨てられていたものを拾ってきて、そして今の飯田の元善光寺の方にお納めになって、その後阿弥陀如来様が夢枕に立って北の方に行きたいよということで
今の信州善光寺にお移りになったわけですね。ここ、善光寺に行った時の動画でもお話ししてるかと思うので、よかったら概要欄に貼っておきますから、そちらの方もご覧になってみてください。ご本尊は絶対秘仏で、たとえご住職であってもね、直接お姿を見ることができないということで、鎌倉時代に前立本尊っていうね、身代わりのご本尊ができましたよね。それが今ご開帳されているわけなんですけれども、実はね、ご本尊様は川中島の後に武田氏が滅亡して、その後はね、徳川とか豊臣とか転々として長野にお帰りになられましたが、この一番最初の前立本尊様というのは、こちら甲斐善光寺のご本尊様として今も現存しています。なのでこの一番古い前立本尊をこちらでは見ることができるんです。同じようにね、阿弥陀如来から善の綱が伸びて、この回向柱を触ると阿弥陀如来様に触ったのと同じことということでご利益が得られるということですね。で、金堂ですけれども、当初の大きさはね、今の信州善光寺と同じぐらいの大きさがあったそうです。で、火災によって焼失しましたので、1796年に再建しました。で、大きさがですね、38メートル ×23 メートル×高さ26メートルということで、若干小さくなっていますけれども、それでも東日本においては最大級と言われる木造建築です。で、本堂の中にはね、巨大な吊り天井のところに竜2匹が描かれているナッキ竜というものがあったり、それから本堂の下にはお階段巡りがあります。長野のお階段巡りはね、もうちょっとランプとかつけて真っ暗じゃないんですが、こちらはね、昔の長野と同様、本当の真っ暗でした。触れた時はね、非常に嬉しかったです。それから鐘楼のところにある鐘もですね、長野から引きずってきた引きずりの鐘と言われて大変貴重なものです。はい、ゆっくり参拝した後は一度甲府に電車で向かいます。今ね、善光寺駅の方にも歩いて行ってるんですが、さすが山梨で住宅街とか駅の近くにぶどう園があったりするんですね。びっくりしました。はい、善光寺駅に到着しました。駅はね、なんと上りも下りも一つのホームを使う単式ホームということですね。こんな風に分かります。線路一本でホームも片側だけっていうやつですね。で、結構通過しちゃう電車が多くて、ここに止まるのは1時間に2本ぐらいかな。なのでね、時間はちょっと調べていった方がいいのかなというふうに思います。待合室もね、4人ぐらいしか座れるところがないんですよね。ここ面白いですよ。1個をどういうふうに使うかっていうと、これ向こうに富士方面に今走ってってる電車を撮っています。ね、こんな風にちょっとカーブしててね、結構カーブきついですよね。今行きましたね。それで、じゃあ甲府に向かう電車はどうすんのっていうと、案の定ですけども、こちらから入ってくるんですね。はい、電車が到着しました。すごい面白くて、この電車あれなんですよね。パスモとかそういう IC 系交通カードが使えないので、バスみたいに回数券を取るんですね。なのでね、甲府駅で結局すごい行列ができてしまうんですよね。お金全員が払うから。なのでね、ちゃんと小銭は用意しておいた方がいいのかなというふうに思います。結構ね、こんな風に山とそれからね、住宅街もあるんですよね。甲府に到着しました。甲府はね、もうこの辺りでは非常に大きな町ですよね。で、私は駅前の4番バス乗り場から04番の小仙峡駅というバスに乗っていきます。これからね、山梨といえばの小仙峡に行くんですけれども、秋の時期じゃないんでね、本当にね、誰もいなかったですね。バス見てください。ガラガラじゃないですか。停留場をね、10個ぐらい過ぎた頃にはもう誰もいなかったんですよね。それで終点まで私一人で行きました。だんだんにね、山に近づいていって、秋の頃はね、この道路こんな風にスムーズに通れないんですよ。混んでいて。それで、駐車場とかね、それからレストランもなかなか入れないんで、こんな風に空いてる小仙峡に来るの私初めてでした。ね、近づくにつれてだんだんこんな風に
ね、花崗岩がむき出しのこの山がなかなか特徴的じゃないですか。はい、到着しました。ここはね、美術館みたいなところで、この日は山下清画伯の展覧会がなんかやってましたかね。で、ここの近くにロープウェイがあったりとか、それから滝があったりとかして、いわゆる観光の中心になっている場所ですね。この向こう側に遊歩道やなんかがあります。ね、川も結構水の流れがね、豊かですよね。で、ちょうどお昼時になりましたので、この橋を渡っていったところにある橋本屋さんというところでランチを取ることにしました。山の中ですので、メニューはお蕎麦とかおうどん、それからほうとうと甲府の名物の鶏もつ、こんなものがありましたね。で、私はせっかく来たんだからということでほうとう鍋を頼みました。はい、ほうとう到着しました。結構すごい量ですよね。1320円って結構高いなと思ったんですけど、なるほど、納得の美味しさでした。ではね、ちょっと先に進んでいきましょう。なんかごめんなさいね、画面が結構揺れちゃって酔いますか？大丈夫ですか？足元が悪いんでね、結構ね画面が揺れています。すいません。で、こんな映えスポットみたいなところもできてましたね。ちょっと神社っぽい感じになってました。お水がね、奥には流れていて、でこの下に有名な滝があるんですね。はい、なかなか迫力ありますよね。千ヶ滝と言います。千ヶ滝の千ヶというのは中国でのね、伝説で月に行った女性のお名前から取ったそうです。しばらくね、ここね、こう見るとそんなにわかんないかもしれませんけれども、この滝が結構勢いがあるので、こう水煙みたいな感じがあって、なかなかこうミスティーな場所でした。それから遊歩道をね、少し歩いていきますと、こんな風に大きい花崗岩がね、上から落ちてきた感じなんですかね。川の中にゴロゴロとあります。ここは石門という場所ですね。有名な場所です。で、この奥までね、ずんずん進んでいくと、実は次のバス停までつながってるんですね。山を下りながら行くので。なんでそこで乗ろうと思ったらですね、なんと雪止まりになっていて、崖崩れがあって、それでですね、バスに乗り遅れてしまったわけなんですよ。それでタクシーの運転手さんに交渉して、ちょっとお値段を安くしてもらって、タクシーで次の場所に向かいました。今向かっているのは竜王という場所です。最近の私といえばね、首が痛いのでやっぱり湯治をしなきゃいけませんよね。ということで、竜王羅洞温泉に来ました。で、甲府といえば伊沢温泉が有名ですけれども、実はこの竜王羅洞温泉って羅洞温泉の中では日本一と言われているところなんですね。昭和55年に開設したということで、施設はちょっと古めかなという感じはするんですけれども、お湯は何といってもピカイチ、羅洞温泉の中でも本当に最高峰と言われているんですって。で、こちらの方で羅洞浴をしっかりして、でゆっくりした後は竜王駅まで向かいました。徒歩でね行けるんですけれども、この竜王駅っていうのが実はやっぱり1時間に1本ぐらいしか電車がないので、先に時間をね受付で聞いてから温浴をゆっくりされるといいんじゃないのかなというふうに思います。で、この竜王駅ってすごく大きくて綺麗な駅なんでびっくりしちゃいました。線路もねこんな風にいっぱいあるんです。貨物もいっぱい止まっていました。甲府駅まではね実は一駅なんですよね。はい、電車が到着しましたね。で、帰りは甲府からバスに乗ろうか電車に乗ろうか、ちょっと時間を見てから決めようかなと思っていたんですけど、せっかくなんでね行きと違う着方でいいかなと思って電車乗って帰ることにしました。で、結構人もいたんですよね。はい、来ましたね。E353 系。春のダイヤ改正の時にね3両減ってしまったんで、先頭が4号車という不思議な
電車になってますけれども、これの12号車に乗って帰ることになりました。ね、結構ね実は混んでたんですよね。直前に撮ったというのももちろんありますけれども、3両減らした意味あるのかなと思うぐらいね、割と満々に混んでましたよ。ね、なかなか先に進まないでしょ。はい、ようやっと私のお席に着くことができました。電車に乗る前にね、おやつとそれからお弁当やなんかもお土産に買いました。それでお席に座って早速それを食べることにしましたよ。信玄餅アイス美味しそうでしょう。こんなのを食べてるうちにね、結構あっという間にもうここ中野ですよね。新宿まではもうあとちょっと。はい、終点新宿が見えてまいりました。今日はね、急に思い立って行った旅だったんですけど、これお土産に買ってきた天むすですよ。なかなか楽しい旅になりました。いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。